の名前どうやって読むのかな。トレジャー3、トレジャー3、それともトレジャー2、3つとも OK、 どれでも OK、 トレジャー G さん。やっほー、トレジャー G さんです。そちらに今カメラの後ろに控えているトレジャー兄さんと、トレジャーおじさん、3人とも田舎者ですね。田舎育ち、ね、山の中の、ね、どれだけギター弾きまくってシャウトしても、ね、周りから苦情が来ないところで育ってんだよね。実際その近くでずっと練習しまくって有名になったロックバンドとかいたね。いましたね。そんな、山の中から発信しています。山の斜面、ね、全速力で走りながら疾走できる能力の持ち主が発信しちゃってます。ね、山の斜面を走り降りるのってね、あれちょっとでもつまずいたらアウトだからね。でずっと走っているうちに直感でここ大丈夫っていうところね、分かるようになるんだよね。直感でほとんどなんか魔術というか忍術の世界ですか。あれ3センチパッて滑っただけでそれっきり死んだりするからね。そうコツを体得していないと滑っちゃう。今日はね、ポジティブワード、ポジティブフレーズを生み出すときに、ここ失敗すると滑ってこけちゃう。大事だぜ。そんなね、ポジティブフレーズ、ポジティブのつもりで作っちまったら大事だぜっていう、そういう NG フレーズ集、ポイントの3つ目ね。NG フレーズ集を紹介したいと思います。1つ、ない。2つ、ネガワード。3つ、数値と固有名詞。今日ポイント3 NG フレーズ集には、その中にさらにポイントが3つある。1つ目ね、ないって言葉はこれ使わない方がいい、ね、ないって言葉を使い始めるとなんか全てが曖昧になっていってポジティブにじゃない方に行ってしまう。例えばこの世の中に京都っていうところは実はないんじゃないって、そんなこと言ったって京都ある、どうしてそう思うの。いやそれはないよ。いやないかもしれないじゃない、幻想かもしれないじゃない。いや京都あるよ。そんなこと言われたって理解できないないっていう言葉、次にどんどんないを生み出し続けてしまうんです。否定語ない。だからね、自分は貧乏じゃない、自分は貧乏じゃない、自分は貧乏じゃない、ずっと言ってるとなんか貧乏な気分になってきますよね。これ2つ目のネガティブワードっていうのは一緒。ネガティブなワードを使ってそれを否定してもしょうがないってことね。例えば親がね、子供にずっとこう言って聞かせたらどう ?5 年間ずっと。人はね、話せば心が通じるから、だから本音で素直に話してみるといいよって。まずはそれで心が通じるかどうか本音で話してみようよ。また他のね、親が子供にこう言ってたとしたらどう？絶対人を信用しちゃいけないよ。みんな殺意を心の中に持ってるからね。そしてお前は絶対人を殺しちゃいけない。絶対人を殺したりしないからね。わかる？お前は人を殺したりはしないんだよ。絶対に人を殺したい気持ちにもならないし、お前は絶対人を殺したりはしないからねって繰り返されてるうちにね、なんか自分って人殺しちゃうんじゃないみたいな気持ちになってくるでしょ。否定されてもしょうがないの。お前バカじゃないね、バカじゃないから、ほんとバカじゃないから、お前バカじゃないからね、こう言われるとなんかバカにされてるような気持ちになりますよね。だったら一言ね、賢い、みんなと仲良くできるから大丈夫、それでいいじゃないね。わざわざネガティブワード出してきてそれを否定する必要はないってこと。最初からそれ面白いね、いや嬉しい、そうなんだ、そう考えてるんだ、面白いな、できる人はね、みんなこういう話し方すんの。いや嬉しい、それ面白いな、いや超面白い、そういう話し方すんの。それ悪くはないよね。ダメってわけじゃないよね。そういうふうに考えてるんだ。最低な考え方ってわけじゃないね。あんたもバカじゃないんだ。これ NG だよね。だから日頃のフレーズからそう。子供に何かお話しするときがそう。先生が生徒に何か言うときがそう。ネガティブフレーズ言ってないって否定するよりは最初から
ポジティブワード言っちゃったらいいんだよ。みんな静かにしてくれないかな。うるさいよ。うるさいからちょっとみんな静かにして、黙りなさい。うるさくしてるとみんな嫌でしょとか言ってるよりは、思いっきり大声出してみよう。 OK？ 思いっきり大声いけるかな。まだまだいける。もっと思いっきり。うわー、大声出せるんだね、みんな。そこまで大声出した後のこのシーンとした感じってのもまたいいよね。これでその後教室静かになりますよね。何かこう否定して押さえつけて亡き者にして、そういう方向よりは生かしてお互い生かし合っていく方のウィンウィンウィンな発想ですよね。ポジティブな言葉をお互いに出してこう生かし合っていく。ネガティブを否定してる暇があったらそっちの方で行かない？行かないって、これ Why don't you? って感じで、それっていいんじゃないっていうような言い方だからね。そういう方向で行ってみようよ。これでもありかもね。そして3つ目、これね、数値、固有名詞。これあんまりね言ってもしょうがないマジックワードの中で、昨日もちょっとお話ししたようにね、3ヶ月以内に太郎くんと結婚している。これ3ヶ月って数値が出たね。太郎くんって言ってるね。これ縛っちゃう自分を。数値ってのはね、命からは出てこないの。潜在意識の世界には数値ってあんまりないのね。目標数値みたいなものが潜在意識にはないの。潜在意識が、命が、体が求めてるのは楽しくて心地よいフィーリングで何かの数字を達成することじゃないの。だからほら年収、例えば目標を立てて、アメリカのお金持ちの方たちが年収目標を立てて働き続けるじゃない。で目標を達成した後ね、生きてる、どのくらい生きてその富を楽しんでいるかってそのデータで知ってます？目標達成して引退した大金持ちの人が達成した後何年生きてるか、平均データって知ってます？ 1 年足らずなの。目標達成してこれだけの金額って目標を作って、その金額に達して、ああよかった、それで1年以内に、ほとんど平均で言うと1年以内に大金持ちは目標達成して死んじゃうわけ。数値じゃ困るわけね。いつも豊かな暮らしを楽しんでいる、程よい富に恵まれてでしょ。宝くじで当たった人たちの末路って知ってる？アメリカで宝くじに当たった人たち、その後どうなったか。ほとんどがね、その有り余る部を超えた程よくないその富をいきなり手にしたことで頭おかしくなったり、薬中になったり、殺されたり、結局自殺したりしてんだよ。程よい富が大事。程よい富に恵まれて日ごと豊かに暮らしてる方がいいんじゃない？どう？っていうふうに大きく広く誠のって細かい頭で計算するような数値はあんまり入れない。それからマジョルカ島で暮らしてるみたいな固有名詞は入れなくていい。もっともっとね、年収だってそうでしょね。日収100万ドルって言っちゃったら日収101万ドルを逃がしちゃうかもしれないんだよね。マジョルカ島って今はイメージしてるかもしれないながら、その時その場で最もぴったりしっくりくる場で生き心地よく暮らしてるにした方が、マジョルカ島って限定するよりいいんだよ。それ自分を限定したまま、あらかじめ限定した今までの古い固定観念で限定したまま誠のるのって、つまりポジティブワードを繰り返すのって、これ昔ながらの日本の言葉で誠のるって言います。ポジティブワードを、そういうふうにポジティブフレーズを繰り返していても、限定された範囲内で夢が叶うだけで、見たこともないような風景を見ることはできないんじゃないかと思うの。限定して上限を作ったりしない数値で、いつでもどういうフィーリングでいるか、夢が実現した結果どういうフィーリングで暮らせるようになるのか、そっちの方が究極の夢なんじゃないね。NG フレーズ集いかがでしたか？ぜひぜひマジックフレーズ、ポジティブフレーズ、誠のりとを生み出す時の参考にしてもらえたらと思います。明日も
また明後日もしばらく続きます。誠のりとを生み出すコツ、これ大事ですから。だって誠のった通りに情報入ってくるんですよ。誠のるって言いますね、ちょっと昔の日本ながら、日本の昔ながらの言葉でね。誠のった通りにマジックフレーズ、ポジティブフレーズで繰り返した通りの情報が入ってきて、そういう現実とつながり合うんだよね。引き寄せればいいっていうものかわからないので、いつでも引き寄せられるように、そういう現実といつでもこうつながり合っておくって思ったらいいかな。スイッチオンになる、いつでもスイッチオンで引き寄せられるように、いつでもつながり合っておくね。思い込んで繰り返した通りの現実とつながり合って、そういう情報を得るようになって、そういう力が湧いてくるようになってね。誠のった通りの力が湧いてきて、誠のった通りの人交わりになって、これあらゆるね言葉の中でも基本ですよ。どんなに新聞読んだって、どんなに本読んだって、どんなに人のレクチャー聞いたってね、日頃から繰り返している自分の思い込み、この基盤がしっかりしてなかったらしょうがないわけでしょ。基盤しっかりさせましょうね。源、言葉が湧き出してくる源、これを自ら生み出してしまったらいい。現実がそこから湧き出してくる源ね。チャイムも鳴っているし、この辺にします。またね。来週のテーマは、昔ながらの究極の技術、ポジティブワードの究極の生み出し方、まだ誰も知らないかもしれない。そしてポジティブワード、誠のりとの究極の生かし方、これは聞き逃せない。お楽しみに。姫、今やチャンネル登録いたすほか手立てがないと申されるのか。これローランド三成、はよ OK か、それとも OK 以外か。姫、早まってはなりません。しばしお待ちくだされ。もしもこのトレジャー、中毒性あふれるチャンネルなれば、姫は預かり置きし、ほにゃらら、姫。